皆さんこんにちは。今回はペーパーナプキンをもらったのでマイペースなハロウィンということでフランスのドーナツ屋さんのコーデをしています。家に食材がなさすぎておそらくアボカドを食べようとしてます。実は私の中で一番得意のが恋愛相談なんですね。だから今回はちょっとやってみたいなと思いました。スイッチオン。大家さんが特別に使っていいとのことで、私の部屋が、大体8万円なんですね。これはイギリスでは本当に家賃が8万円っていうのはありえないんです。おしゃれでも不気味です。ちょっとはい、そう料理を作ろうと思ったんですよ今日は。でもやめて、まさかのイギリスでカニカマを見つけたんです。これ1ポンドが200円ぐらいの、これを試食しつつ皆さんの恋愛に特化したお悩み相談をちょっと実はやったことないなと思ってやってみようかなと思ってます。ちょっと大家さんが来るとでこの姿見られたらちょっと恥ずかしいので恐る恐るです。ちょっとはい、めっちゃ画質いいんじゃないですか。これ1万5,000円ぐらいでメルカリでお姉ちゃんが買ってくれて、それをバッキバキの携帯です。皆さんいっぱい本当にもう失恋を癒す方法ないです。正直なんかありました？こういう危なありますか？カッターの刃が落ちてるってことがねえ。失恋っていうのは辛いものでそう簡単には忘れられないし、一番有力なのはもう超忙しくする、予定めっちゃ詰め込むみたいなのは確かにいいと思うんですけど、時間が解決するって言うじゃないですか。いつ解決するのって話じゃないですか。インスタも全部見ないようにする、写真も別、そうこれも来てたんですけど、元彼の写真消去しますかみたいな書いてあって、私はしないんですよ。80歳になって何これ最悪ってならない気がして、若いピチピチの私が遊んでた男だなって懐かしいわねっていう感じで見れるんじゃないかなと思って私は消してないです。でも消してないイコールたまに目に入ってきちゃうじゃないですか。それは嫌なので私も別フォルダに移して USB に移して、でもその USB も持っときたくないんですよ。だから飲み込むか友達に持っていてもらうかっていうのどっちかっていうのを考えてたんですけど、めんどくさくて持ってます。結局忘れる方法っていうのは忙しくするっていうのはある程度効果的だとは思うんですけど、そう簡単には絶対に忘れられないので、受け入れて苦しいなって思って、みんなこの女たち、この世の女たち、男たちみんなきっとこうなんだなって思いながら過ごしてください。それで自然と次の彼氏ができた時に忘れられます。男の人にトラウマがある？好きな人が男の人にトラウマがある？なるほど。私が一個経験があるのは、その元彼が付き合っていた彼女が亡くなってしまってずっと引きずってるっていう状況があって、仕方のないことだし、多分すごい私はやっぱり自分の人生があったからずっと引きずられてても、正直な話こっちも辛いし、最初は私も全てをまるっと愛して支えていこうみたいな風に思ったことあるんですけど、やっぱりすごい自分に悪いエネルギーが来るんですね。そんなこと言ったら失礼かもしれないけど、自分の人生があるからやっぱり難しかった。そう支えていこうって思えるのも愛だしすごいけど、でも自分の人生を考えた時に自分も悲しくなることが続くなら、それは別れるっていう決意もあるのかなと思ったりとか、あと浮気ならでそういうトラウマがあるっていうなら、もう本当に自分はどれだけしないかっていうことをもう証明していく行動で一つ一つちゃんと返信をするとかのを証明していくしかないんじゃないですかね。それでも彼女が信じられる時が来るまでついてってあげるっていうのが愛なんじゃないかしら。男子校なので出会いがないし、女の子と喋れるのも分かりません。このまま大学に行くのは怖いです。男子高卒の男の子大好きです。私は可愛い、変にチャラくない女の子慣れしてなくてピュアで、こういう人ほど真面目に結婚したりするんじゃないかなって
男子校の男の人は信用できるなと思います。今留学中で恋したけどあと2ヶ月で帰国、アタックするべき。アタックしてください。いっぱいやります。てかこういうことしかないです。イギリスは本当に国ここ出身って人の方が少ないんで、みんな留学したりとか国が変えるとかそういうことばっかりなんです。でもこの2ヶ月間だけだからっていうパターンめっちゃあるんですけど、正直続かないかもしれないけど、アタックしたっていう事実だけで後悔はないんじゃないかなと。やらない後悔よりやって後悔で生きてるんで、人生一度きりだし2ヶ月あるんなら2ヶ月楽しめます。蛙化現象を起こしてしまって恋愛ができません。私ももともとずっと蛙化現象がすごい人で、すぐ振り向かれるとうわーってなっちゃうんですよ。でこれめっちゃ女の子あるあるらしいんですけど、私は気づきました。最初はみんな蛙化なるけど、蛙化を乗り越えられるっていうことに気づいたんですよ。蛙化を乗り越えた先に未来が待ってるっていう、これマジだと思ってて、最初気持ち悪いんですよ。私はある日朝起きて、俺花の今近くにいるから探して見つけてごらんっていう一瞬気色の悪いメールが届いてた時に、私付き合った次の日とかだったんですけど、すぐ友達のところに行って、もう無理だと、この人とやっていけない、気持ち悪いって言って本当に震えて友達にこうやってなだめてもらうと、大丈夫だよって。でも顔も見れないぐらいになっちゃったんですよ。でもそれをどんどん変えるかって妄想していくんですよ、自分の中で気持ち悪いっていうのだから自分の中でもどんどん作り上げちゃって気持ち悪いってやつを。でも会っていくと慣れてくるし、なんかその蛙化の部分を見逃して来れるように絶対なります。でその先にすごいいい関係性が待ってるかも。復縁したらどういいんですか復縁はみたいな。復縁は私はしたことがあるんですけど、時間を置かないと意味がないです。年単位で何ヶ月とかだったら多分意味がないし、会ってみて人がどれぐらい成長してるか、恋愛に対しての価値観がどれだけ変わってるか、未来に対してのとかっていうことをしたら復縁してもいいかなと思ってます。遠距離恋愛のアドバイス。死ぬほど連絡を取ること。留学中で遠距離恋愛をしてます。目移りしそうになったらどうしたらいいですか？なんか私の周りにはいないんですけど、結構聞くのはもうなんか海外でバレないからみんな目移りしてるみたいなのをよく聞くんですけど、若いからいいんじゃないですかねって思ったりもしますけど、最悪ですからやってることは。一つ覚えておいてほしいのは、絶対にやったことは返ってきます。友達から恋人ありですか？友達から恋人が私一番いいと思ってて、恋って感じで始まって長く続いてずっと女としていなきゃいけないみたいな感じが私は絶対に難しくて、それならもう何でも言い合える友達。それで過去に一回なんか友達なのか恋愛なのかわからないってなったことはあるんですけど、大丈夫なのかなって思ったことはあるんですけど、それは自然と自分の頭の中で女としていなきゃって思う相手だったからそう思っちゃってただけで、友達みたいイコール私は結構素を本当に出せるって意味だと思うので、私は結構友達から始まった方が長く続くんじゃないかなって思います。でずっと連絡してるのに、撮ってるのに話さない、教室では何も無言みたいな人めっちゃいるんですけど、一番エロティックだと思っています。じらしですね、これは。可愛いですよね。でメッセージで今日どうだったとかって来るんですよね。最高に可愛い。でまず興味のない人で1ヶ月も男女、特に男性は会話をしないので自信を持っていいと思います。ラブタイプ診断っていうのがあったんですよ。やってみました。 INFP のそう主役体質って感じですけど、これ良くないみたいですね。こういう診断系もうイライラして虫唾が走るような感覚が体に、この考えすぎちゃってもうやりたくないです。追う恋と追われる恋、結局どっちがいいの？追われる恋、女の人が、男の人は追う恋。気づきました。追う恋をしたいって若いうちはめっちゃいいかもしれないです。楽しいし自分をもっと磨けるし、追う恋をするのはもう暇な時が一番いいんじゃないかなと
局結婚するってもしなったとしたら、女の人が追う恋はエネルギー使うし、自分をすごい悪い意味で削っていくと思います。だから若いうちはやってていいけど、結婚していきたいとか年齢を重ねたらやめた方がいいんじゃないかなと思います。不安で自分に集中できないっていうのすっごく人生に邪魔って思います。でも短期間ならいいかも。1年とか2年とか単位だったらすごく無駄にしちゃうと思います、追う恋は。はい、垢抜け優先ですか、それとも恋愛優先ですか。やっぱりその恋は友を呼ぶなんで、そのレベルまでいったらそのレベルの人が来ると思うので、素敵な彼女が欲しいんだったら垢抜き優先でやってみてもいいかも。自分が垢抜けた分だけすごい垢抜けた人が来ると思います。人を好きになる前に自分を好きになる方が重要ですかね。自分を好きになるってまず難しくないですか。なんか自分を好きにならない限り恋人なんて愛せないわよっていう人いっぱいいると思うんですけど、自分を好きになるって何っていうか、自分を好きになるってどうやってやるのっていう感じなんですね、私的には。そんな 100% 自分を愛せてる人なんていないし、自分の嫌なところっていっぱいあるし、だからまず人に愛されて自分を好きになっていくパターンだってあると思うんですよ。だから自分を好きになるまで待ってたら時間がないです。彼氏は欲しいけど現実は理想と違うよなと思っちゃうの。一途な人なんていないよなって言ってる人がいて、います。一途な人は本当にいます。だけどみんなが求めすぎてる。多分イケメン、センスいい、背高いイコール一途はいないです。多分それも求めすぎ。ただ本当に優しくて素敵だっていう人を追求したらいます。絶対にいます。本当にいます。それは安心してほしい。笑う時に豚鼻になるの直した方がいいかな。困ります。恋愛じゃなくて公共の場だと。でも可愛いかも。なんか豚鼻なんかすごい変な笑い方の子友達にいるんですけど、すごく場を和ませる。いいなと思います、それって。だから直さなくていいかも。で、こんなことも受け入れてくれる男性と付き合ってほしいです。出会いがありませんっていう質問がすっごく多く来てたんですね。ちなみにこれ私のお姉ちゃんから来たものなんですけど、おそらく皆さん共通してることは、本気で探そうとしていない、本気で出向いていないということだと思うんですね。正直日本で出会い系をやってるとすごいイメージが悪いみたいなのあるかもしれないんですけど、一つ言いたいのは、イギリスそしてヨーロッパほぼみんな出会い系の経験があり、そして私の友達たちはヒンジっていう出会い系のサイトで本当にいい彼氏を捕まえてます。そしてちゃんと真剣だしかっこいいし、マジでこっち多分本当にそのヒンジっていうサイトで出会ってる人の方が多いんじゃないかなっていうレベルです。本当に。だから結構出会い系サイトやるってのは恥ずかしいかもしれないけど、もう今の時代は当たり前ですから、この際勇気を出して始めてみたらいいかもしれないです。私ももうこんなにエラが張ってしまった理由っていうの、こことか結構エラ張ってるんですね。エラ張りが私の中で結構悩みポイントなんですけど、これは原因は失恋なんです。本当に失恋しすぎて悪夢を毎日見たんですよ。歯の食いしばりでここがエラが張ってしまったっていうことで、みんな失恋はしてます。だからその感情を味わって無理に乗り越えようとせずに一緒に頑張りましょう。たくさん来てました。もうたくさん失恋のことばっかりだから、そんだけのみんなが同時進行で失恋してるんです。だからみんな辛いのきっと。だから安心してください。はい、じゃあ今日は大家さんのリビングからお届けしました。バイバーイ。